はい、こんにちは。まるんぱチャンネルのまるパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、こちらのハイエース、なんと2024年4月4日にですね、めでたくキャンピング車としてね、ちょっと8ナンバー登録することができました。ということでね、こちらのハイエース DIY をね始めた当初は結構ね動画にしてこちらの方の実家の方でね、マルじいさんと一緒にねDIY してる様子を映してたんですけど、ちょっとねいろいろと協力していただける方とかがいて顔が出せなかったりとかしたんでね、途中のその DIY の様子っていうのは動画で撮れなかったんですけど、今回ね8ナンバー無事にね登録できたっていうことでちょっとご紹介させていただけたらと思ってます。で今回ですね、車検の方が実は4月の7日で切れるっていうことで、6日7日が土日やったんですよね。ですので4日もしくは4日落ちたら5日にはもう必ず車検を通さないといけない。で車検を通すにあたってもう後ろをね改造して座席を全部取っ払ってるんで、構造変更をねしなければ車検が通らないっていう状況で結構ね焦ってたんですよね。ただ4日の日にね1日で車検通りましたので、構造変更もできましたので、ちょっとねホッとしております。ということでね、早速ねその車検の方なんですけど、実は受ける前まで結構心臓バクバクしてて、ほんまに落ちてしまったらこのねハイエース一旦ね車検が切れて仮ナンバーをね受けてもう一回再度挑戦せなあかんなと思ったりとかしてたんですけど、どのようなねことを実際検査されたかっていうところをちょっと説明というかねご紹介できたらなと思ってます。あと中もね結構変わってるんでちょっと見ていただけたらと思います。ということでどうぞ。はい、ということでね、まず何をされたかというと、一番最初は一般的な車検ですよね。それを受けるような形になります。今回ユーザー車検で自分で持ち込みでね、陸運局の方にっていう形でさせていただいたので、書類を作ったりとかっていうのは陸運局の方に行政書士さんおられるんで、そちらの方に依頼して作っていただきました。だからもう書類とかも一切書いておりません。書類を作っていただいたら実際ね、そのレーンの方を並んで検査の方を受けていくっていう形になるんですけども、最初はね、普通の車、一般の車と同じような感じです。ライトのね検査をしたりとか、あとブレーキとかそういったね車体に関わるね検査をしていきました。でそれがね終わるとまた違うところに行ってですね、いよいよねキャンピングカーとしてのね構造変更ということでね検査を受けていくような形になります。で一番最初はねちょっと外回りをねずっと見ていかれるような形になるんですけど、このねタイヤの部分であったりとかで、今回はですねこの上にねテレビアンテナをつけたりとか、あとソーラーパネルをつけたりとかしてるので高さの変更ということで、こちらの方をね測られました。でこちらの方なんですけど、実際にですね一番高いのがこの上から見たら分かるようにテレビアンテナがついてるんですけど、このテレビアンテナがね基準っていう形で測られました。実際に高さを測っていただいたら、以前はね 1m98cm だったものが今回ね、変更で 2m12cm っていう形になってます。ですのでね今後、2m10cm までっていう基準の高さのところってすごく多いと思うんですけど、そこはちょっと入れないかなっていう感じになってます。はい、次にですね、こちら僕のハイエースは後ろねこれリアラダーの方もつけております。でこちらの方でね長さの変更の方もなっておりまして、 4m69cm だったんですけど、それが 4m83cm っていう形でちょっとね長くなっております。ここに関してはね、あんまり変わらへんかなっていう感じですね。フェリー乗ったりする場合でもね 5m 未満か 6m 未満かみたいな感じで見られるんで、4m 台っていうことなんでねあんまり変わらへんかなと思ってます。外の方はね構造変更っていう部分でいうと、このね高さの部分とこの長さの部分を、変更していただくことになりました。次にね車内の方なんですけど、この運転席の方、助手席の方のね座席のシートを変更しております。こちらの方はですねこのレカロシートを2つつけておるんですけども、後ろのね椅子をもう取ってしまってます。ですのでこちらの方は一応もう2人乗りの車両という形で変更しました。こちらの方のねレカロシートの方なんですけど、実はですねもともとついてた椅子を変更する場合、新しい椅子のね適合証明書みたいなものが必要になってきます。こちらの方のね、適合証明書の
方を添付しないと構造変更の方をすることができません。今回ねこのレカロシートの適合証明書をね取り寄せないといけないって分かったのが実は3日の夜でして前日に分かったんですよね。で無事にもちろん取ることはできたんですけど、どうやって取ることができたかというと、このレカロシートですね、このシート1つにつきシートの適合証明書と、あとこの下のね座席をつけるこのレール、こちらの方の証明書、この2つが必要になってくるんです。こちらの方の椅子の方は座面の、裏側にその番号が書いてあって、でこちらの方のレールの方は奥の方すごく見にくいところ、ちょっとねこれでも映せないんですけど、このステッカーでね番号が書いてあって、でそのねそれぞれの番号をレカロのねホームページの方に登録していくと適合証明書が発行されるっていうことになってます。いつでもねその適合証明書を発行していただくことができるのですごく助かりました。これがなかったらねもう車検受けれなかったんで、ただねこの適合証明書を発行する際の正確な番号を見るためにですね、この椅子をね一旦外さないといけないっていう作業がね今回講じたので、こちらの方ですねつけられる前に番号の方はしっかりとね控えていただくか、その際にもう適合証明書の方をもう発行するかしておいてもらった方がいいと思います。次にね後部座席の方になります。こちらの方はですね、まずこの下ですね、こちらのクッションフロアの方なんですけど、こちらの方も何年製をね証明する証明書っていうのが必要になってきます。こちらの方も貼られる場合購入されたところで何年証明書っていうのは必ずねもらうようにしてください。こちらの方もなければね構造変更の方はできません。あとですね、このベッドの部分の今回このマットなんですけど、このマットの方もですね実は何年証明書が必要っていうことで、今回はですねたまたまねこういう、クッションのねこちらの方にトラック布団っていうことでね就寝専用でしっかりとね品質が保証されるっていうことがちょっと記載されてたので、これでね通していただくことができましたけど、こちらの方もね証明書っていうものが必要になってくると思うので、購入される際に取り寄せるようにしてください。それとですね、こちらの方のベッドなんですけど、今回ねこちらのハイエースに関しては2人乗車の、1人就寝っていう形でね申請の方をしております。で1人就寝の場合はこの幅が50センチで長さがね180センチ以上あればね OK っていう感じになります。ただしね大人2人の場合は幅の方はねやっぱり1メーターで、長さは180ですけど必要になってくるので注意してください。あと作られる材質の方なんですけど、今回ベッドの方はこういったね木を使ってベッドの方を作っております。でこのベッド以外にこういうね調理台カウンターとか、あと周りのね天井とか壁面とかねそういった部分も木をね材質としたものを使ってるんですけど、こちらの方はね全て厚さが3ミリ以上のものが必要になってくるので、こちらの方もね気をつけて購入してください。だいたい普通はね3ミリ以上のものじゃないと、こうやってね施工の方もできないのでね多分大体問題ないとは思うんですけど、あとこちらですねシンクの方をつけてます。こちらの方は一番ね小さいもので選んだんですけど、こちらの方のシンクをつけて蛇口の方ですね、あちらの方は電気でねポンプアップされるような感じになってます。でこれはもう絶対ね必要になってくるのでつけていただくっていうことと、下のねタンク、こちらの方も排水給水ともにね10リッター以上のねタンクが必要になってきます。こちらの方もね確認されますので、今回はね20リッターのタンクそれぞれつけております。あとですね熱源の方なんですけど、こちらカセットコンロ、このカセットコンロを常備しておく、もしくはあちらの方にある以前ね割ってしまった電子レンジですね、こちらでも可能っていうことで、どちらか一つがね備え付けられてたら大丈夫っていうことになってます。ただしねこの電子レンジの方は両面テープとか簡単に取れるものでの固定の場合は認められませんので、しっかりとねネジ止めしていただいて取り付けの方をしていただくようにしてください。あとはですねシンクとかこういう熱源があるっていうことは換気機能が必要になっているっていうことで、こちらの方もキャンピング車にする必要なね項目になります。でこちらの方なんですけど、窓があるか換気扇があるかっていうことが条件になってきています。今回ですねこちら窓が後ろの方にはついておりません。ですので今回はねこういう感じでねマックスファンをつけて対応しております。こちらの方はねもう換気扇っていう感じになるんですね。あとはですねこういったエアコンとかテレビとかね
こういったものがついてるのはもうスルーっていう感じですね。でバッテリーの方も一応リチウムイオンバッテリー 400A 積んでるんですけど、こちらの方も見られることなくっていう感じでした。あと図面が必要なんではないかと思っていろいろと調べてたんですけど、実際陸運局の方に聞くと図面を作成してね持っていくっていうことは必要なくて、実際ですね持ち込んだ時に検査員の方が、全てね寸法を測られてですね、図面を作られてました。で簡単にこう図面を作ったものでこちらの方のね床面積とかベッドの面積とかね計算されて、こちらの方がキャンピング車として適合してるかどうかっていうのを確認される感じです。ですのでね冷蔵庫もしっかりとこう大きさを測られてたので大丈夫かなってちょっと心配してたんですけど、こちらの方は全然問題なくいけました。あとはですね先ほど言ってた難燃剤を使わないといけないっていう部分があって、こちらの方まだちょっとねこんな感じで正直手つかずになってるんですけど、この状態でもね問題なく車検が通りました。でこれ今どういう状態かというと、この下の部分はねもともとハイエースについてたカバーがついたままで、この上の部分ですね、こちらの窓から上この天井の板までの部分は全部ね剥がして、言うたら中のね鉄の素材が見えてる状態です。こちらの天井の際の方からは板が張ってる状態、これでもね問題なく車検通りましたので、中途半端にねなんか張ったりとかしてるとそちらの方が難燃剤として認められなくなって通らなくなったりとかするので気をつけてください。ですんでね後ろの方も実はねまだ何も張ってないですよね。こういった感じでね、断熱のやつとかをちょっと貼ってるだけで何もやってなくて、もうこの状態でも特に問題なく窓もね見えるような状況で通してます。ということでね今回はですねこちらハイエースの方を4ナンバーから8ナンバーキャンピングカーにね、構造変更ができましたっていうねちょっとご紹介の動画でした。注意点としてはこちらね水回りの部分であったりとか換気の部分、あとはこの就寝の部分とかでそれぞれのね使ってるものの難燃証明とか適合証明書が必要っていうことでね、こちらの方だけねしっかりと揃えていただいたら、あとはねもう検査を受けるだけ。正直想像してたよりは検査はね楽に通りました。ただね今回は奈良県の方の運輸支局の方で検査を受けたんですけど、各ね都道府県によってもちろん検査内容っていうのは若干異なったりとかですね、検査員の方によって厳しい厳しくないっていうのはあるみたいなので、そちらの方はね十分気をつけてキャンピング車の方のね製作の方に取り掛かって構造変更の方をねしていただけたらと思います。ということでちょっと簡単なんですけど軽く紹介してほしいっていうお声をねいくつかいただいてたので動画で撮らせていただきました。ということでねまたね次回からは旅動画続くと思いますので、ぜひねそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。